こんにちは、亀のパブロの飼い主です。今日のテーマはミシシッピニオイガメのすすめです。2013年10月に5歳くらいの個体をお迎えしてパブロと名付けてここまで飼ってきました。ミシシッピニオイガメは飼いやすい初心者向けって言われますが、実際飼ってみて本当に飼いやすくて可愛いカメだと思います。カメを飼ってみたいんだけどおすすめの種類あるってもし人から聞かれたら、迷わずミシシッピニオイガメをおすすめします。今日は初めてカメを飼う人にミシシッピニオイガメをおすすめする理由を5つ、それからミシシッピニオイガメでは物足りないと思うかもしれない点を3つお話ししていこうと思います。まずおすすめする理由。その1、丈夫。ミシシッピニオイガメは丈夫とよく言われますが、本当にその通りです。パブロを病院に連れて行ったのは1回だけです。飼育8年目にして肩のところに出来物ができてしまった時のみで、その時も検査の結果は何もなくて経過観察ということで薬なしでおしまいになりました。ここまで常にパブロファーストでいたわけでもなく、私自身に余裕がなくて世話も行き届かない時期もありましたが、それでも元気に過ごしてくれています。ただしベビーは難しいそうです。パブロを飼った爬虫類屋のおじさんにベビーは止められてアダルト個体にしました。実際ミシシッピニオイガメの野生下での寿命は30年と言われるのに対して飼育下では15年と言われるのは、ベビーの死亡率が飼育下で高いのが原因だそうです。2、手間がかからない。ミシシッピニオイガメの原産地についての動画でもトピックにした通り、ミシシッピニオイガメの原産地は日本と気候がよく似ているので、ほったらかしでも大丈夫ではあります。もちろん冬はヒーター入れますが、なくても大丈夫です。なしで過ごさせたことも過去にありました。バスキングも水の中へ日光が届けば十分なので、ライトも陸場もなくても大丈夫です。ただ個体によっては甲羅干ししたがる子もいたり、幼体は甲羅干しをする場合が多いそうなので、そこら辺は見極めてという形でしょうか。3、大きくならない。メスのアダルトでも15センチ程度までということなので、カメの中では小さいのも魅力ですよね。お家が大きかったり大きなお庭があるなら30センチ超えているカメさんでも大したことないと思うんですが、我が家は狭いので大きくならないというのはありがたいです。したがって水槽も小さく済むので、水替えの労力を飼い主の体力などに合わせて減らしていく方向に挑戦も可能です。4、飼育コストが少なく済む。これ現金な話なんですが、でも飼う以上は避けて通れない問題ですよね。現在私がパブロ飼育にかかっている飼育コストを計算してみました。バスキングライトがいらないのと水槽が小さく済むので、他のカメに比べて安めなはずです。まず設備です。これは6000弱ぐらいです。最初にかかるお金という感じですね。水槽が3000円くらい。投げ込み式フィルターの本体は1年に1回くらい買えるので、1個410円。エアポンプはもうこれ8年ぐらい使ってますが、1030円でした。ヒーターは1000円弱なんですが、うちの場合は3年に1回、4年に1回ぐらい取り替えてます。シェルターは私が作ったものなので、200円以下の材料費で済みました。消耗品、だいたい年間3000円ぐらいです。餌が325円 250g 入りで、だいたいこれで2ヶ月に1本ぐらい使うかなという感じなので、年間6本。おやつ180円。これも年に3個買ってるかなという感じですね。あと替えのろ材がこれ2枚入りで160円なんですが、年3箱ぐらい使いますかね。電気代、ここがちょっとかかります。年間6000円ぐらいでした。ポンプが 2.5 ワットなので1ヶ月46円、年間500円ぐらいです。ヒーターは50ワットして、1日20時間使用するとして月に810円。真夏は使わないので7ヶ月間使うとすると5600円ぐらいということで、合わせると6000円、7000円ぐらいですかね。これ全部足してみると8年で9万280円
なりました。もうちょっとかかってるとは思うんですが、だいたい1年1万2000くらい。ってことは1ヶ月1000円ですね。安い。5、とりあえず可愛い。清少納言は小さきものは皆美しと枕草子に書いてましたが、まさにそんな感じです。いや、他の亀さんも可愛いですよ。他の亀さんも可愛いんですが、こんな小さい亀が一生懸命ご飯食べて泳ぐのが可愛いんです。さて次にミシシッピニウイガメが物足りなく感じるかもなという要素を3つほど挙げてみます。どれも私が飼い始めの頃感じていた物足りなさです。1、臆病すぎる。ちょっとした物音にもびっくりしてフリーズします。今でも餌をやっている時に軽く水槽の縁に手が当たっただけでも、そして音が出てなくてもビクッとなってしまって固まってしまいます。復活するまでに結構時間がかかります。飼い始めの時はそれはちょっと物足りなく感じるかもしれません。2、寄ってこない、動かない。犬猫の感じに慣れていると、もうこれは本当に戸惑うかもしれません。正直ミシシッピニウイガメと金魚なら金魚の方がよっぽど愛想がいいです。あと同じカメでもイシガメやクサガメの方が多分よほど人懐っこいと思います。ミシシッピニウイガメはかなりツンデレです。餌も最初のうちは水槽に入れて、人間が離れてしばらくしてこっそり食べてたりしました。餌をやって懐かせる作戦も効きません。3、とりあえずずっと水の中。やっぱり陸で戯れたいじゃないですか。でもミシシッピニウイガメは基本的にずっと水の中です。水槽と人間の数ミリの隔たりは厚いです。と3つぐらい挙げてみたんですが、今私はこの3つの物足りなさはほとんど感じていません。亀との信頼関係を作るのにとても時間がかかるので、それまでは辛抱強く亀のペースに合わせて距離を縮めつつ、飼い主が亀の感覚に慣れていくっていう感じですかね。ここまでミシシッピニウイガメの魅力と、それからペットとして飼う場合の物足りなさについてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。大事に亀を可愛がる愛好家が増えたらいいなと常々思っています。亀の飼育が盛り上がることで、命の長い亀のセカンドオーナーなどの選択も一般的になったらいいのになどと妄想したりもします。それでは今日はこの辺りで。このチャンネルはミシシッピニウイガメのパブロの日常を軸に、亀の可愛さや飼育、生態について、また最近はメダカについても発信しています。それではまた次の動画でお会いしましょう。